き出ししましょう。ラージケン選手、こんにちは。3秒切れれば OK。 まずそれが爪痕だと自分に言い聞かせて今日を終わりたいと思って。そうなんですよ。参りましょう。ラージケン選手、1本目はまだいけてます。大丈夫です。参りましょう。まずは3秒777、2本目いきましょう。スタート。3秒826が入りました。それでは参りましょう。こんばんは、ラーギケンです。ニコニコ超会議2024超ニコ4区に参加しました。残念ながら目標としてた3秒切りには遠く及ばず、なんとも情けない結果となってしまい、悔しい思いでいっぱいです。今回の動画は超ニコ4区のマシンの紹介とタイムアタックのリベンジになります。話は前回の動画に遡ります。最後はなんとかレーンチェンジをクリアしたものの、とても空力によるダウンフォースが効いているとは思えない挙動が見受けられました。原因は皆様のご指摘の通り、重量が重いことと空力の効果が弱いことだと思います。そこで今回ゼロから流体解析ソフトを勉強して、もう少し空力の効果があるボディを目指します。様々な形状のボディを作成し、それぞれ空気抵抗とダウンフォースを計算しました。これらを集計し、空気抵抗が小さくダウンフォースが前後ともバランスよく大きいボディを選択しました。それがこのボディです。 CL 値がマイナス 4.3、 CD 値が 0.7 です。裏の水色の部分が一番圧力が下がっている場所です。コースの圧力分布です。水色の部分が圧力が下がっているため、ボディとコースが引き寄せられダウンフォースとなります。ボディ周囲の空気の流れを可視化します。いろいろやって感じたことは、余分なことをすればするほど空気抵抗が増えてしまい、ダウンフォースは思うように増えないということです。やはりシンプルイズベストなのでしょうか。設計です。今回もドローンのモーターを利用します。モーターを縦置きにして左右の後輪を別々に駆動します。これでボディ中央部の空気の抜け道を確保します。今回は 1mm 厚のカーボンプレートを CNC で削り出し、これらのカーボンプレート同士を 3D プリンターで作ったパーツで接着します。製造です。フレームができました。しかし、これは一体。フロントの軸が歪んでしまっています。これはかなりショッキングな問題です。エポキシ接着剤でガチガチに固めているため、この歪みの修正は容易ではありません。なんということだ。私はまた重大な間違いをしてしまった。私の未熟で身勝手な設計ゆえに、名もない新型機よ、どうか私を許してほしい。
私は君をちゃんと走らせることすら叶わなかった。これが2024年1月に起こった出来事です。テスト走行です。もう一度。なんか予想と挙動が違う気がします。いや、ちょっと待ってください。おかしくないですか？空力ボディでコースに吸い付くように走るはずではなかったのでしょうか。すでに本番まであと3日。何か見落としがあるのではないのか。そもそもダウンフォースは足りているのか。待てよ。CD 値がマイナス 4.3 とは具体的にどの程度なのか。私は計算をしていないんじゃないのか。ダウンフォースはこのような式により算出されます。ここでρは空気の密度、v は物体の速度、a は前から見た時の面積です。cl は葉緑係数。これらを計算すると次のようなグラフになります。横軸を速度、縦軸をダウンフォースとすると、このような右上がりのグラフが得られます。速度が速ければダウンフォースも増えます。JC が1周約20メートルですから、それを 2.2 秒のタイムで周回するなら、その時の速度は約9メートル毎秒になります。9メートル毎秒の場合のダウンフォースは30グラムだってこれじゃあコースアウトも当然じゃないか。どうする？あと3日しかない。実際には準備のために前日に現地入りするから、実質残された日はあと1日だ。今から重量を半分以上減らすことはどう考えても無理だ。となれば答えは一つ。空力を捨て悪魔に魂を売る。それしかない。
ラーケン選手何台マシンをお持ち込みでしょう？今回は1台ですね。黒竜号と言いまして、もともとエアロマシンだったんですけど、悪魔に魂を売って、はい、 ABS 機となります。もう3秒切れれば OK。 アタックの準備よろしくお願いいたします。この時私は3秒切りは間違いなくできるだろうとみじんも疑いを持っていませんでした。すまんかった。私は松椎氏に誘われてコウノトリ氏の壮行会に参加しました。今ね、なんかグリップしてない感じじゃないですか。グリップしてない。グリップしてない。言われてみれば。よかった、これ本場で出なくてこのタイム。私は松椎氏のグリップしてないの一言で自分の中にあった違和感に気づきました。モーターの回転の音に比較して速度が出ていないのです。持っていたスペアのタイヤに交換し、タイヤをクリーニングして再挑戦です。なんと速度が上がるじゃありませんか。タイヤの品質管理を怠っていたという実践の経験不足が露呈したものでした。しかし ABS が効かずコースアウトしてしまいます。そこで ABS で技術が先行しているコウノトリ氏に動作のチェックをしてもらいました。ここら辺は弱いですね。ここら辺はまあまあ強い。こんなこともあろうかと幅やサイズの違う ABS のパーツを用意していました。早速きつめの設定に変更して確認してみます。これどう思います？ちょっときつすぎると思うんですけど。うちのマシンこれぐらいですよ。あ、本当に？まあとりあえずこれやってみようか。でもね、2.8 ぐらいいった。お、3秒切ったね。すでに。やったー。もうこれで俺は動画ができる。動画ができる。動画ができる。3秒切りましたよっつって。目標達成しましたっつって。いや、嬉しい。いかがだったでしょうか。今回分かったのは大切な仲間がいなければ得られぬ答えもあるということです。私がこういう体験をできたのも皆様の応援のおかげです。本当にありがとうございます。次回もまた何か面白いものをお届けできたらいいなと思います。ぜひともチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ご視聴大変ありがとうございました。うん